疲れ様です。羊毛フェルト二次玉屋の北川武です。僕は羊毛フェルト作家としてね、現役で活躍している傍ら、オーダー作家をね、育成する専門家としても活動させていただいています。そして、この YouTube チャンネルでは、これから作家を目指そうとしている方、あるいはね、リアルな作品を作れるようになりたいと思って日々練習している方々、そういった方たちに向けて、作家で食べていく方法や、リアルな作品を作るための技術、あるいは、ね、必要な考え方とか、そういったところを発信しているチャンネルです。ぜひね、チャンネル登録して、ご自身のレベルアップのためにね、活用していただければ嬉しいです。はい、お疲れ様です。西田目の北川です。今回の動画は、現在僕がやっているオンライン教室、それからメンバーシップ限定動画、そこでしか流していないレッスン動画をね、一部をね、公開したいと思います。実際にね、レッスン動画を見ながらね、こんな感じで動画から学べるなら興味があるなと思った人はね、概要欄にリンクが貼ってあるので、終わった後ね、そちらもね、チェックしていただけると嬉しいです。それではね、本編ご覧ください。はい、それでは今回の動画ではね、マズルの作成をね、していきたいと思います。でね、さっき気づいたんだけど、今回ね、他の動画では作ってるんだけど、下顎の土台、ここをね、作るのを忘れてるんだよね。で、まあ忘れてるぐらいだから大した重要じゃないっていう話、いつ作っても OK っていう話で、今回はね、ちょっと下顎はね、土台の部分は後回しにして先にこのね、マズルを作っちゃいます。で、前回ここまでやって、で、これからね、髭袋とかをつけていくんだけど、この時にね、ちょっと一旦チェックしてほしいのが、もう一度、この目と鼻のこの三角形の部分、要は鼻の位置をしっかりと、この時点でしっかり見極めておく。僕は慣れてるからこうやって今、モニター見ながらやって、目検討でこうやってやってるけど、まあ、型紙ある人だったら型紙合わせてやってみるとかね、そういうことをしてください。はい。で、大体鼻の位置はこれぐらい。次に髭袋を作っていくんだけど、まあ、適量を取って、僕はここで手元で丸めて、納豆の粒ぐらいの大きさにして、で、ここにね、ひとまずつけちゃいます。で、これもいきなり固めていくっていう意識ではなくて、まずは取り付けて形を整えていくことが先ね。全部そう。まずは形を整える。で、そこから形が良ければ固めていくっていう感じね。まだ全然これふわふわの状態。こんなね、ブニョブニョの状態。まずは一旦こんな感じで、横から見たらこんな感じね。これ、気をつけてほしいのは、こういう方向に真下に伸ばしてつけるんじゃなくて、あくまでも顔の正面はね、目の正面はこっちを向いてて、で、髭袋を伸びる方向はこっち方向ね。で、もう片方もつけていきます。納豆の大きさぐらいに丸めたら、ひとまず取り付けて、で、ふわふわの状態してもある程度針は入れてね、少しは、まあ、形作りやすいように固めるんだけれども、まあまあこんなもん。こんな感じね。で、ここで見なきゃいけないのが、髭袋の幅ね。幅。それから、ここの高さ。この高さの部分ね。目尻からここまでの口元までのここの距離とか、髭袋の幅ね。チェックしておくこと。で、だいたい良ければ固めていくんだけど、特にね、この髭袋の横の幅。ここは植毛した時に若干ね、大きくなることを想定して、少しベースの段階では小さめに作っておくね。で、これはね、締め込んでいきます。で、この締め込む、固めるっていうか、ね、僕は締め込むって言ってるんだけども、固めるというより、本当針をちょん突きで刺していって、こう、じわじわと圧縮させていく感じ。こうガチガチに固めないで、徐々に。だからあんまり深く刺しちゃうと、ガチガチに固まっちゃうから。でも、場合によってはね、必要な時はしっかり深くこうやって刺す時もあるし、加減を見ながら。まずはね、髭袋もこれで終わりじゃないからね。これで髭袋のこう、ベースになる部分ができたくらいのイメージでいてくれればいいです。ここまでできたら次、鼻筋作っていきます。鼻筋ね。この部分だよね。この部分。これを作っていきます。これも適量を手に取って、軽く丸めていく。で、今見てわかるように、丸めてったのってこのこっち側、下側だけ。で、こっち側ふわふわの状態。
これね、あえてそうやってやってます。もう一度。適量を取ったら、まあ、折りたたむようにし曲げて、で、この鼻先の方も畳んで、で、さらにこうやって曲げてやる感じかな。で、こっち側は何もしてない状態。ふわふわの状態。で、それを、この折りたたんで膨らんでる方、それを鼻の方につけて、このふわふわの方はおでこの方に。そうすることで、要は、こう、斜めに角度つけて貼り付けやすいので、で、乗せたらこんな感じで、まずは貼り付けていく。まず、ざっくりと大雑把にこんな感じで。で、ここから少し形を整えながら締め込んでいきます。で、この鼻筋もまだまだ全然これで終わりじゃないので、で今簡単に締め込んでいったんだけども、ここで大事になってくるのが、この鼻筋、眉間の部分のどこが一番横から見たときに、この低くなる位置、この鼻筋の、この位置をしっかりとモデルの子の写真見て見極めること。で、この子に関しては、だいたいこの辺、このポイントが低くなるはずだから、まずそこをね、低くなるように固めていきます。で、この鼻筋もね、高さある程度出していくために、僕はこういう方向で刺すようにしてるかな。ここに山を作るようにね。で、これを真上から刺しちゃうと、せっかくね、盛り上げたとこが潰れちゃうので、で、もちろんね、これ、最初慣れないうちは、ここのね、綿の量が足りなかったりすると思うから、そういう時はね、少しずつ足してって高さ出してあげる。まずはね、ひとまず、こんな感じ。だけどこれもまだ鼻筋が完成したわけじゃなくて、ひとまずね、形にしてみたっていうだけね。で、次。ここだけを集中的に作っていても、他のバランス見ながらね、作っていかないとおかしくなっちゃうから、この辺で一旦ね、おでこの方作っていこう。今これおかしいでしょ。おでこがね、ないから。ここを少し盛り上げるような感じで作っていきます。これもこれぐらいの量を取って、僕はね、もう適当なんだけど、これは簡単に丸めるようにして、で、この丸めた時に、こう折り込んだりしたらさ、ここ分厚くなるでしょ。で、これを分厚いままこうやってつけちゃうと結構段差ができちゃったりするから、僕ね、この後ね、ちょっとね、こうやって引っ張ったりして、で、ここの折れ目のこの段差が大きくならないように、少しこうやって伸ばしていったりするかな。ここはね、どちらかというと、少しこんな感じで三角形になるような感じで、ここに合わせてやるつもりでつけてます。で、この上まぶたのこの辺に少し、軽くかぶるような感じで。まずは貼り付ける。でね、まずこの顔面の部分しか今作り込んでないから、この辺低かったりしておかしいんだよね。だけど今はそこは気にしないで、まずはこの顔面をしっかりと作る。で、この時からね、少し気をつけていくっていうのが、僕はね、猫作る時に、ここの部分、ここね、ここは、こう低くなるようにしてるのね。少し軽くへこむぐらいのイメージで作ってて、で、これはもうベースの時から、ここをこういう感じで潰していくつもりで固めていきます。あとね、目にかぶせてるので、その辺が分厚くならないように。
ここも、ここの高さ、この高さが前に出過ぎてると、後々おかしくなってくるので、ここも潰していきます。ある程度ね。ここね、ここをこういうふうに少し潰しておきたいから、そのつもりでひとまずこんな感じ。すると額がね、少しふんわりとできたでしょ。で、これぐらいできてきたら、この辺のバランス全体見ながら作り込んでいけるから、で、ここまで来たらね、ちょっと下顎のね、土台も作っておいた方が分かりやすいと思うので、ちょっと下顎まで作っちゃおうか。これもね、適当です。こんな感じで折り込んでいけばいいんじゃないかな。で、ここに、まずね、土台になる部分だからこんな感じで、まずはつけちゃおうか。で、この、なんていうかな、こういう形になるように。この部分は膨らませないようにね。この部分はね。だから骸骨みたいな感じだよね。そんな感じでちょっとね、つけてってください。で、大体形が良かったら締め込んでいく。で、横から見たときにちょっとここ膨らみすぎてるから、ここは、この部分ね、ここはちょっと押さえておきたいから、こんな感じ、この喉元っていうかな。ここね、ここを少し凹んでるような状態。こんな感じにしておくと、まあそれっぽくなるから、まずはね、今回の作業ではね、ここまでちょっとね、やってみましょう。はい。現在僕が行っているオンラインの羊毛フェルト教室について解説したいと思います。羊毛フェルト上達塾という名前でね、このようなサイトで実施しています。内容はね、ざっくりとこんな感じになっていて、まあみんなでワイワイできる掲示板、それからね、素材を買いに行くことができるリンク集が貼ってあったり、普通の教室とちょっと違うのは、このマインドセットっていうね、項目があります。これは作家で食べていくために必要な考え方とか、あるいは技術アップしていくために必要な考え方とか、そういった考え方のね、話を載せているページになります。そして基礎練習というところで、基礎技術のこと、そして各パーツの作り方、そしてイメージ力を鍛えるって、ここがね、僕が結構重要視してるポイントです。このページでは作品の技術、テクニック、そればかりを学んでいても、そもそもイメージする力がないと、その力は育っていかないので、技術アップするためにまずイメージ力を鍛えようっていうね、そんな解説をしている動画がたくさん揃えられています。そして猫の作り方というところで、今現在準備されているのがこの4本。4本といっても、この中身はね、もう30本以上の動画から成り立っているので、1本15分くらいの動画です。これを見ながら、レッスン動画としてね、1から10までしっかり学びながら作ることができます。それと、犬の作り方というところで、現在用意しているのはコーギー、チワワ、それから柴犬の顔の途中までなんだけれども、レッスン動画が用意されています。で、これらはこれからも少しずつね、動画が増えていきます。僕のオンライン教室は普通の羊毛フェルト教室と違って、レッスン動画を見て、このように作品を作ってみましょうっていう教室ではありません。このようにね、レッスン動画は各種用意されているから、そのように使うこともできるし、でも僕が一番皆さんに伝えたいことは、なぜ上達していかないのか。これまでいろんな教室に通って習った人もいると思います。講座を買ってやった人もいると思います。独学で本を読んだり動画を見たりしてやってきた人もいると思う。だけど、なかなかうまくいかない。それはなぜかっていうことを知ってほしいのね。で、それはまずイメージすることができないから。形を。これから作ろうとしているものに対してもっと興味を持ったらどうなってるんだろうって自分から調べてっていう、この練習に必要な力、それが多くの人に備わってません。
そういった力を身につけてもらうために、このイメージ力を鍛えるっていうページを作っています。この中身はこんな感じになっていて、これはね、僕がプロとしてうちのコーダー専門の作家としてやってきたノウハウが全て詰まっています。似せて作るためのポイントだとか考え方とか、そういったものを動画にしています。そしてこのマインドセット、自分がどうなりたいのか、そういったことがしっかりできていないと何をやっても身につかないんです。だからこのマインドセットという考え方の解説もいろいろしています。今はね、この5本しかないんだけれども、これからどんどんこの話も増えていきます。といった感じで、僕のオンライン教室は基本的に動画から見て自分の好きな時間に学べるようになっているけれども、普通の教室やオンライン講座と違うのは、さっき言ったようにマインドセットだったり、イメージ力の話だったり、そういったものが学べる教室になっています。なので、テクニックや技術、そういったものを学びたいという人は、僕の教室に来ても身につくことはありません。それは高い技術を教えている先生はもっとたくさんいるので、そういった方たちのところで学んでください。僕のところに来るべき人たちというのは、これまで自分なりに頑張ってきたけど、なかなか上達しないんだ。上手くなりたいんだ。そういう人がね、来てください。僕のところで必ず上達していきます。そして現在皆さんにお見せしているこのページっていうのは、毎月7700円で受講できるレギュラーコースになっています。で、この他にもう一つ、プレミアムコースというのがあります。基本的に中身は一緒です。ただ一つ違うのが、このプレミアム添削サポートというのがプレミアムコースにあります。これは毎月2回、5日と20日って固定されてるんですけど、そこで僕から作品の添削、アドバイスをもらうことができます。このプレミアムサポートは1年契約なので、もう1年間きっちり学びたいっていう人がぜひね、入ってほしいコースです。毎月2回ね、自分の作った作品の添削を受けることができる。これはね、とても技術アップに必要な要素です。自分の中にはない考え方や視点、そういったものをしっかりともらえる機会なので、ぜひね、どんどん活用してください。そしてこのね、プレミアム添削サポートは何も、このサイト内に用意されているレッスン動画、これを見てね、作った作品の添削を受けれるっていうことじゃありません。自由でいいです。例えば、自分が実際にオーダーを受けている作品を添削受けたいとか、あるいは、このレッスン動画には全然載ってない犬種や猫、自分家の猫とか、そういったものを作っているけど、その作品を添削してほしいとか、そんなんでも何でもいいです。そして、皆さん大きく勘違いしてるんだけど、作品がね、ある程度完成した状態で添削を受けるって思ってる人がいるんだけど、そんなことはね、必要ありません。どんなに中途半端な状態でもいいです。全然形になってない状態でもいいです。なぜなら、その形になってない状態での疑問や悩みがあるからです。そこをしっかりと現在こんなことでやってるけど、ここで悩んでますとかつまずいてますっていうふうに質問してくれると、こういうふうに考えるといいよとか、こういうふうにしてみるともっとこうなるよとかっていうふうに自分の中にはない気づきをもらえるので、するとどんどん自分の引き出しが増えていくのでね、確実に技術アップしていきます。これを1年間やったら間違いなく上達します。なのでね、ぜひね、本気で上達したいって思ってる人は、このプレミアムの方をね、受講するのをお勧めしています。ざっくりとした説明でしたが、僕のやっているオンライン教室、羊毛フェルト上達塾。上手に作品を作ってみようっていう教室ではありません。今まで練習してなかなか上達しなかった人が上達するための教室です。ぜひね、自分に合ってるって思う人はね、動画の概要欄にね、リンクが貼ってあるので、ね、そちらの方をね、見てくれると嬉しいです。もしね、わからないことなどあったら、YouTube のコメント欄でもいいし、LINE 公式の方からでもね、質問してもらえればね、僕直接答えますのでね、どんどん質問ください。それではね、皆さんがね、来てくれることをね、お待ちしています。一緒にね、練習して上達していきましょう。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは、羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人や、もっとスキルアップしたい人、そんな人に向けて、リアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。